こんにちは、ベビママです。今日はこのパタパタパタと動くこのおもちゃを作っていきたいと思います。実はこのおもちゃ、板返しと呼ばれて昔から遊ばれているおもちゃです。木を使ったおもちゃなんですが、今回は代わりにこちら段ボールを使って作ってみたいなと思います。縦の長さは7センチ、横を8センチで切っています。これを今回は1,2,3,4,5,6枚準備しました。次にこの板と板をつないでいるものを準備していきます。これは紐でもいいですし糸でもいいのですが、今回は15センチの折り紙を使っています。全部で15枚のこのような紐を準備しなきゃいけないのですが、長さを全て揃えるのは大変なので折り紙を使うことにしました。どうして15センチの折り紙にしたかというと、板をだいたい2枚ずつ重ねていくんですが、この時に15センチの折り紙を使うと遊びの部分を含めてつなぎやすくなっています。そのため段ボールの縦の長さを7センチ、紐は15センチの折り紙を切って使うことにしました。それでは早速作っていきたいと思います。まずこの段ボールですが、分かりやすいように2枚1組ずつ作っていきたいと思います。横に並べて折り紙で作った紙テープで留めていきたいと思います。今回は分かりやすいように色を赤、黄、緑、青に変えていますが、同じ色で作っても構いません。まずは赤いテープから貼っていきます。赤いテープを板の端に揃えて貼ります。こんな感じです。次にこの板をテープの上に乗せて、この状態でテープで留めていきます。そうすると今このような感じになっているかと思います。次にちょっと色を変えて黄色いテープ、これを2枚目の板の真ん中に貼ります。そうですね。できたらこの黄色いテープを1枚目の板の下に通して裏返して留めたいと思います。このようになるかと思います。パタパタのそうですね。これができたら同じように残りの2つも1セットずつ作っていきたいと思います。
セットできたら、これをこのように一列に並べてください。次に青色のテープを使って留めていきたいと思います。青色のテープでどこをつなぐかというと、1セット目と2セット目を青色のテープでつないでいきます。黄色のテープがあるところに青いテープを貼ります。次にこれを下に置いて、裏側これを留めていきたいと思います。次に分かりやすいように緑のテープを使います。このテープを2組目の赤いテープの真ん中に貼って、ここですね、こう貼って、これを下に持っていきます。黄色の下に持っていきます。で、これも後ろで留めます。こんな感じです。これを同じように3セット目も青いテープで2セット目の黄色のテープのところとここを留めていきたいと思います。最後に緑のテープを貼っていきます。これで完成です。私はこの段ボールの部分が見えないように画用紙などを貼っていますが、こうやってテープの色を変えるだけでも十分楽しめるかなと思います。今回は解説がしやすいように赤や青や黄色、緑の4色を準備しました。同じように色をこのように変えて作ってみたい方は、赤いテープを6本、黄色いテープを3本、緑のテープを2本、青いテープを4本準備するといいかもしれません。ただパタパタする時に後ろの面は白くなってしまうので、これが嫌だなと思う方は両面色のついているリボンや、今回こっちの見本で作成したものは両面折り紙を使っています。このように作るのに慣れてきたら、この折り紙を別のものに変えるなどしてアレンジしてみてください。パタパタ持ち手をつけたいときは、この下に通して紙ではなくて紙にはテープが当たらないように、このように両サイドを留めて
パタパタと裏に返したり表に返してやってみてください。始める時はこのように失敗することも多くあります。その時はテープの変える位置を微調節したり、あとこの紙テープが慣れてくるとたくさんこういう風に返すことによって紙テープが慣れてくると徐々に楽にできるようになるので、あとはたくさんこのように慣らしていってください。